And the Emmy goes to Shogun. For its first eligible year, Shogun has received 25 nominations. Shogun won a record-breaking 14 Emmys at the Creative Arts Ceremony, winning another 4 tonight. The show holds this year's top spot with the most Emmy nominations. おめでとう、すげえ。18巻、すげえなおい。18巻はマジでえぐいな。エミー賞の主演どっちも日本人が取るなんて10年前なら誰も信じないだろうな。うおー。これはすごすぎるぞ。エミー賞そうなめやん。まさかそうなめするとはな。そろそろ見てみるか。すごすぎだね。主演と作品賞取ったのすごいね。アメリカで一番有名な日本人になったか。宇宙からのメッセージに出ていたアクション俳優が世界の真田になるとは感慨深いのう。前は日本人俳優イコール渡辺謙だったけど、今はそこが真田広之になってるな。武田勝頼から46年。おめでとう真田広之。ついでにバイオマン特別出演も。なんかイケメンおじさんになっててビビった。真田も随分貫禄出てきたねおめ。今となっては、高校教師の情けない役どころは貴重だ。あれはあれで好きだけどね。若い時はドラマで何作品か情けない役とかしてた。ずっと挑戦続けて結果出すってかっけえな。俺はいろんなことから逃げてばかりだ。諦めなければ遅いなんてことはないぞ。マジすごいな。こんなことになってたのか。今まで歴代最多なのはやっぱりゲームオブスローンズか。ゲイスロの12部門が歴代最多だね。全8賞合計で161ノミネート。59受賞。ゲイスロ最終章が配信された2019年で32ノミネートの作品賞を含む12部門受賞らしい。32ノミネートは笑った。そう考えると25ノミネートで18受賞の将軍の打率やばいな。非英語の作品では以下ゲームの6受賞が最多らしい。非英語の外国人は10人受賞したのも新記録だってな。盾とか衣装だけじゃなく編集とかも日本人スタッフがやってたのか。スタッフ半分日本人じゃん。日本みたいに事務所のレースがないし本人の実力が試されるんやね。ゲースロを超えてるのがすげえ。個人的にはゲースロ超えるドラマは出てこないと思ってた。ゲームオブスローンズが取ってた賞なのか。あれ好きだったから、そう聞くと急に見たくなるわら。外国人が絶賛する日本人作品って日本人に合わない感じがするけど。評価めちゃくちゃ高かったもんな。初期のゲームオブスローズの時を上回ってた。真田すごいな。主演プロデュース作品でこれとか渡辺謙以上の衝撃だな。真田のスピーチすごく良いな。日本語でスピーチしてるのがめちゃめちゃいいわ。今まで時代劇を作ってきた人たちや日本の歴史に対するリスペクトを感じる。真田は英語ペラペラだからな。あえて日本語でスピーチしてるのがいいわ。ゲースロは後半の失速がな。やっぱり七王国はよくわかってないからアレンジにも限界がある。その点戦国安土桃山時代の安定感たるや。ゲースロはシーズン6までは良かったと思う。助演男優は浅野忠信が選ばれたか。西岡徳馬の名演もめちゃくちゃ評価されていたけどやっぱりレギュラー陣の方が強いか。18個も取ってるしな。地味に浅野忠信とかも賞もらってんのか。ノミネートだけ。石堂が小物すぎて良い。それより小物な藪茂はさらに良い。イメージ最悪だった原作のキャラクターをアイコンとして愛されるレベルまで持ってったのはすごいなと。庭のブラックソーンを犬扱いするくだりは浅野忠信のアドリブだったらしい。主演女優賞取ったのがすごすぎる。対抗馬エリザベス・デビッキだぞ。外国人のマリコ人気が高すぎる。やっぱ戦う女は強いのか。まあドラマでも一番目立ってたしかっこよかったしな。藤が最高に好きだった。ゴースト・オブ・ツシマの映画を日本人キャストで撮りたい云々って話あったけど将軍の成功を見るにつけこれならいけるんじゃないか。それはめっちゃ見たいな。盾指導もできるのがでかい。ゴースト・オブ・ツシマのクオリティがかなり高いし、向こうの日本理解が深まればいいな。アサシンクリードのフランスは、まあ頑張れ。日本語のドラマがアメリカである受けるってのも時代かね。白人のとこでアジア人取れるんだな。ここ最近は日本コンテンツ強いからな。こんなに受けるとは思わなかっただろ。ディズニーだからどうせこれもポリコレまみれのクソなんだろ。制作スタジオはディズニーの子会社だしな。FX は割と当たり作ってる印象。むしろアジア人メインイコールポリコレ対策としては最強だろ。むしろ正しくポリコレした作品。
ディズニー CEO が、エンタメ寄りにしていく、発言してたし将軍のヒットで完全に潮目も変わりそうだな。なお来年の白雪姫。作品よりも主演女優がやばい。原にも来るのか。向こうでは原で日本ではディズニープラスのみ。これディズニープラスが扱ってるの版権の関係で日本だけで海外だと原だよ。ちなみに海外の原と日本の原は違う。アメリカでは原の株を 100% ディズニーが持ってるけど、日本の原は日テレが持ってるというややこしいことになってる。東京ディズニーオリエンタルランドが持ってるのと一緒か。ディズニーコンテンツ最悪の時だったからいいタイミングで売れたな。作品がいいのもあったけどねじ込まれたポリコレで歴史とコンテンツが破壊されてる時に、インバウンドとアニメで需要のある日本の文化とかをなるだけ再現してたのがクリーンヒットしたっぽいね。真田が時代交渉と日本人のメンタリティにこだわった結果、ハリウッドの加齢臭が漂う変な日本文化じゃなく日本人が見ても本物感が味わえるドラマに仕上がったのが良かった。真田がすごいことは言うまでもないが三船敏郎の貢献も絶大なんだよな。もともと将軍は三船出演の1980年のドラマを下敷きにしてるわけだし、ちなみにそれはアメリカで 30% 超えの視聴率を記録している。皮肉な話ではあるが、日本は昭和の将軍から特段新しいことをやれているわけではないことの裏返しでもある。この時にはもう真田広之も若手俳優やってたからね。それならばまだアニメやゲームの方が日本独自の存在感がある領域であると思う。日本人スタッフのレベルがアメリカ並みでもそれを活かせる働き場所が日本にないのだからむしろ状況は昭和より悪くなってる。今回の快挙を日本にどう還元できるかだな。アカデミー賞はゴジラ、エミー賞は将軍。世界の王。にヒット映画のマリオ、世界ナンバーワンヒットドラマのワンピース。とすごい。日本コンテンツが売れてるのは嬉しい反面、完全な日本オリジナル制作はゴジラだけだな。でも真田広之の日本での知名度が低いのはなんでだ？ぶっちゃけ渡辺謙の方がはるかに知名度高いよね。ネトフリドラマは記事になるけどディズニープラスドラマは記事にならないからじゃね。加入者が圧倒的に少ないからだろう。全テレビ局が自分の放送局で放送しようと札束バトルしてるだろうな。でもやっぱりこういうのは NHK の深夜枠か？民放は参戦する気も金もないと思うが NHK は狙うかもな。これを機にまず昔のドラマの将軍から NHK が流してくれたら見直すわ。でも仮に日本の TV で放送してもそんなにヒットしなそうでもある。暗く硬い内容だからな。サンクチュアリや地面師みたいなエンタメドラマではない。淡々としたところが良かったのかな。チャンバラは少なめだった。未熟なものほど戦をしたがるって視聴者にも当てはまるよね。絵としてわかりやすいのは合戦シーンだけど、時代背景や人の心情を表現するには政治的シーンが一番適してるし、面白い。大河でこれくらいやれたらいいのに。真面目な話これ大河超えてるんじゃね？てか今すぐ真田で大河ドラマ作るといいんじゃね？単純に予算が桁違いだからな。独眼竜正宗武田信玄真田丸レベルでいいんだけどな。NHK もホームドラマみたいな大河ドラマじゃなくて太平記とか正宗レベルのもう作れないのかね？みんなこういう重厚な時代劇を求めてるんだよ。NHK の大河制作者は見習えよ。すでにシーズン3まで制作が決定してるんだよな。続編ないとドラマ部門にノミネートできないかららしいな。1シーズン完結のリミテッドシリーズは別の部門になる。将軍はもともとリミテッドシリーズとして作られたけど後からシーズン2、3が決まったのでノミネート部門が変更になった。真田は関わるのかね？内容にも関わる条件で受けたって。原作はシーズン1でネタ切れだけど史実ならむしろここからが本番だから続編作りやすいよな。将軍がヒットしすぎて海外で史実みたいな扱いにならないかという個人的な心配はある。史実からめっちゃくちゃアレンジされてるからな。ジョークで言ってるのでないなら正気になれ大河ドラマが史実みたいに思われそうと言ってる連中と同レベルだぞ。虎長じゃなくて史実だと家康なの？レベルならありえそう。キャラクターの名前全部や設定のあちこちを史実から変えてるから大河というより朝ドラに近い。見てないけど CM で見る映像は豪華絢爛やな。言われてるだけあって美術も交渉も丁寧に作られてる。演出意図のある部分もまあ納得できるし少なくとも23週は楽しめる完成度の高いドラマだと思う。見たけど史実にかなり持ってるし配置も変えてるね。描写もちょっとあれなとこあるけどまあ面白いは面白い。原作からして古いあっちの小説だしな。名前が違うのは当然として、石田大谷が家康と横並びだったりするのがどういう経緯たどってるのか気になる。
後次の秀忠ポジがいなくて中吉しか出てないんだっけ。関ヶ原みたいな派手な合戦シーンは原作にはなかったためあえてやらなかったらしい。ただ原作の存在しないシーズン2以降となると大阪城の乱とかは必要になるだろうし、どうなるか。スケール感は1だとまだ少佐かかったからすごいのみたいね。2以降は真田中心で描くのかな。安心の活躍ってもうほぼないし。しかしマリコ様や藪茂みたいに魅力的なキャラがかなり死んでるけどシーズン2や3はどうするのやら。原作完結分までやったそうだし完全オリジナルに狩るから大変だろうな。序盤のいろんなところで切腹しようとする日本人が面白かった。脚本家のインタビュー動画見たけど切腹文化や遊女の存在に関してまで、欧米人にありがちなお気持ち優先ではなく徹底リサーチして理解深めようとしてて、よくこんな優秀なスタッフ集められたなと。日本の伝統文化に興味ある欧米人は割といるから次は浮世絵とかでドラマ作ってくれ。将軍が一段落したら真田広之オリジナルでドラマみたいな。時代劇がいいけど他のジャンルでも十分期待できる。